企業と非日系企業のその IT エンジニアの給与格差っていうのはやっぱり広がってきていまして、特に経営オファー額がえぐいですよね。なるほど。リーラコインタイランドの小池です。斉藤です。はい、本日の動画は、IT エンジニアがなかなかタイにある日系企業様が採用が難しくなっているということで、IT エンジニアに関する、動画を配信したいと思います。最近ですね、やはり日系企業様の中でも、IT エンジニアの獲得に成功しているような会社様もいらっしゃるんですけれども、やっぱり多くのお客様が苦戦しているみたいなお声を聞いてまして、実際は、どうですかね、翔子さんの中でお客様といろいろ話している中で、やっぱり IT エンジニアは苦戦してるみたいな声って多いですか？めちゃくちゃ多いと思います。実際やっぱどういったやっぱ課題だったりとかお悩みが多いですかね？日系企業様ということですよね。はい、でいくとやっぱりお給料です。お給料ですね。はい、お給料がなかなか条件で負けてしまうとかそういうそうですね。やっぱり最近の傾向値としてはその非日系企業ですよね。外資系の会社さんだったりとか、ローカル企業だったりとか、そういった IT の企業様ももう随時募集しているので、なるほど。その企業様と日系企業の給料を比較するともう負けてしまうという状況。非日系企業様というと外資系のお客様との給料差がなかなか採用苦戦してしまうというところですね。そうですね。はい、そこが一番のネックポイントですね。やっぱりこのままですとあれですよね。やっぱり採用が苦戦してしまったりとか、せっかく採用できてもまた他社に引き抜かれてしまったりとかしてありますね。結構育成だったりとか教育したのに抜けてしまうというので、よりまた採用コストがかさんでしまうみたいなところの課題は多く抱えられそうですよね。ちょっと今回の動画ではこういったお客様に対してですね、日系企業非日系企業様の給与レンジが実際にどのぐらい違うのかみたいなところをまとめた情報を配信できればと思います。で実際、データベースを翔子さん見ていただいたと思うんですけど、どうですかね、中身とかは。そうですね、やっぱり日系企業と非日系企業のその IT エンジニアの給与格差っていうのはやっぱり広がってきていまして、特に経験値が3年ぐらいから10年くらいの IT エンジニアの給与格差に大きな違いがあります。ジュニアというか 1,2 年目の子たちとかはどうですかね。 1,2 年目の経験をしている方々とかは。そうですね、新卒であったりとか、あとは経験値が1,2 年ぐらいの IT エンジニアも実は日系と非日系企業は採用に対しての考え方、捉え方というのがやっぱり大きく違いがあるんですよね。で日系企業の場合は分かりやすいのが日本での新卒採用みたいな感じに結構似ている思考だったりするので、やっぱり経験がないので能力ベースではなくって経験年数に応じて給与テーブルが引かれてるというのが日系企業なんですけども、逆にその非日系企業だともう能力重視、技術力さえあれば他の人たちとお給料も関係ない一緒、というような考え方になってますね。背景としてはやはりタイのスタートアップ企業の台頭でしたりとか、タイの財閥、タイの銀行様もですね、やはりオンラインバンキングに力を入れていたりとか、仮想通貨事業が伸びていたりとか、またオフィスや商業ビルのですね、タイ財閥との提携を通したデジタル化みたいなニュースも結構上がっておりまして、こういった形でタイの中でもデジタル化推進っていうのが結構主要な推進項目になっていますので、こういったところからやはり IT のエンジニア人材が欲しいというようなお声は結構多かったりしますね。実際にはどうですかね。こういうふうな形でやっぱり IT エンジニアの需要が高まってくると結構引き抜きとかって実際にありますかね。どうですかね。引き抜きあると思いますね。少し前に他の企業様から聞いた話なんですけど、引き抜かれたって言ってまして、その企業さんは日系企業様なんですけど、そこで働いているエンジニアの方が外資の企業から引き抜きになった。そうなんですね。結構お給料とかもやっぱ全然高い形だったんですかね。お給料いくらかっていうのはちょっと聞かなかったんですけど、引き抜きをした外資系企業はその方が今もらってるお給料の倍のお給料を出すっていう話のオファーだったみたいなんです。より
好条件でみたいなことは今後増えていってもおかしくはないですね。だと思いますね。はい、特にその引き抜き方というかオファー額がえぐいですよね。なるほど、はい、倍ですかね。わかる。はい、とはいえものの給料の部分って結構センシティブだと思ってまして、はい、まあなんか条件の部分でいうとやっぱり既存従業員様の兼ね合いだったりとか、まあ、日本本社様とのこうリングを取らなきゃいけないとか、はい、各社様お悩みだと思うんですけれども、はい、しょこさんのお客様でなんか工夫されているお客様とかいらっしゃいますか？そうですね、はい、皆さん本当にここはすごく苦労をされていらっしゃるところなんですけども、ある企業様の話ですと、社内のIT チーム、はいはいはい、エンジニアが所属しているその IT のグループを切り取って別の給与テーブルを敷いていたりだとか、もしくはもうその給与テーブルというのがもう違いすぎるので、そこの IT 部門だけ別の会社さん、なるほど、はい、別会社にこうするということをやられている企業さんもありますね。なるほどなるほど、はいはい、確かに弊社もですねリーラコエンタイとですね、別にこうアブローダーズという会社を持ってるんですけれども、やっぱりそこもエンジニアがですね、別法人のアブローダーズという方に切り分けていて、そっちの方で、運用しているような形なので、そうですね、一つこう部門を分けてこう考えていく、ないしは法人を分けていくっていう考え方はいいのかもしれませんね。そうですね、はいはい、今実際にその求人をお客様から IT エンジニアの求人をいただいている企業様の中で、お給料も上げてもらっているんですよね。ある程度は上げていただいてるんですけども、なかなか候補者さんが集まらないという現状があって、他に何かこう工夫する点がもしあればと思うんですけど、どうですか？はいはいはい、で実際にですね、やはり弊社の中でもIT エンジニアの候補者様だけをこうサポートするチームがございまして、そこの中からの候補者様からのご意見といいますと、やはり柔軟な働き方、フレックス制度で働けるのかどうか、私はやっぱコロナの後もですね、こうワークフロムホームで、在宅で働けるかどうかみたいなところでやっぱ柔軟な働き方を求められている、エンジニアの方々が多いかなと思います。またあとやはり働き方みたいなところでですね、社内エンジニアの方と多く働くのか、それとも、外部のエンジニアの皆様とこう働くのかどうか、ここら辺はやはりプロジェクトの調整が聞きやすいとか、そういったところにかかってくるんですけれども、やっぱり実際の業務がどうなっているのかっていうところも踏まえて検討される方が多いので、やはり求人内容をしっかり書き切っていくことが、いいエンジニアを集めていくポイントにはなるのかなとは思いますね。はい、実際にですね、求人はですね、弊社も、たくさんの求人をお預かりしておりますので、実際もし何かお悩みのことがあればぜひご相談いただいて、ご一緒に求人の作成などもさせていただければと思っております。今回は今後優秀なエンジニアを採用していく上での、定着のポイント、採用のポイントみたいなところをお話しさせていただきました。ざっくりとエンジニアの給与のみに焦点を当ててお話しさせていただいたんですけれども、ポジションごとの給与相場であったりとか、他社のエンジニアの採用手法や、人事制度など詳細の情報も弊社にございますので、お困りのことがございましたらぜひお気軽にお問い合わせください。